はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日は現場での変更点はより良いものづくりをするためだけど、そのリスクを現場だけに背負わせるのはちょっと違うよねっていうお話をしたいと思います。そもそも現場で変更するとですね、現場での間違える確率ってどんどん上がってっちゃうんですよね。それはそうなんですよ。だって設計中はオフィスにこもってですね、机に向かって落ち着いて検討する環境があるんですよね。でも現場での状況って今すぐに結論を出すっていう必要性があるので、どうしたってちょっと焦っちゃうんですよね。でその中で設計をするっていうことなので、判断をするってことなんで、どうしてもミスも起きやすくなるんですよね。だったら現場で変更しなきゃいいじゃんって言われちゃいそうなんですけど、それはまさにその通りなんですよ。実際の空間で作られている状況を見ると、もっとね、この方向がいいかなとか、こんな空間にしたらもっと良くなるかもって思っちゃうもんなんですよね。で、より良い空間を作るためにどうしても変更したくなっちゃうってことなんです。で、現場での変更しちゃダメというお話をしたいわけではなくて、現場で変更したらちゃんと検討してしつこく伝達するみたいなことが必要で、それを現場に丸投げするっていうのはちょっと違うよねって思ってます。で、なんで思ったのかっていうと、今やってるホテルのリノベーション現場のちょっとお話をちょっとさせてください。工事現場でその大工さんがですね、ヘッドボードの下地がもうできちゃってたんですよね、一箇所は。でそこにニッチっていう壁のへっこんでる部分、そういった造作物がついてたんですよ。で確かそのニッチの上にスイッチとかコンセントをつける予定だったんですけど、そのスペース自体がなくてニッチが一番上にドンってあったんですね。で、あれこのスイッチとかコンセントってどこにつけるんですかって聞いたところ、職人さんとかはですね、いやこれって図面に書いてないよねみたいなことになったんですね。で確かに図面には書いた記憶ないな。でそもそも前回の打ち合わせでこの件出てたなって思って、確か変更したよな、その打ち合わせしたんですよね。ででもそうは言ったって直してもらわないといけないから、メジャーで寸法を測ってみたんですよ。でそうなると、あれこれそもそもなんか低くないかってなったんですよね。ヘッドボードの高さ自体がね、違うことに気づいたんですよ。で初期段階でこうやって気づけるのはまだ他にいっぱい作るところがあるんで不幸中の幸いなんですけど、そもそもこういうことって起きない方がいいっすよね。でじゃあなぜこんなことが起きちゃったのかってことをちゃんと考えないといけないなと思ったんです。で確かその1週間前に僕が現場へ行った時ですね、現場定例会議で現場定例会議っていうのは、現場が始まるとですね、関係者一同が集まって
現場でこう起きたこととか工程スケジュール管理みたいなものとか、それに対する変更点とか、毎週こう現場で打ち合わせをすることなんですけど、そういった場でヘッドボードの高さを700にしようっていうふうに決めて、スイッチの位置とか電話を置くそのへっこんでる壁ですよ、ニッチの位置とか現場で打ち合わせをしたんですね。で図面上ではそこまでこう書いていなかったわけですよ。そうニッチの位置っていうのは書かれてたかもしれないんですけど、スイッチをここにしようとかあれにしようみたいな検証までは行っていなかったわけですね。さらにこのヘッドボードの 700mm というヘッドボードの高さっていう風に決めたのは、そのベッドを置く台の上からの高さであって、今の床からの高さではなかったんですよね。ちょっと分かりやすく言うと、今の現状の床からまずベッドの台みたいなものを 200mm 立ち上げて床を作った上、そこから 700mm のヘッドボードを作ろうという指示だったわけです。でも 700mm っていう数字だけがいったわけで、現状まだ現場では床もできてないんでね、そこからの伝達エラーが生まれてしまったわけなんですよ。で設計段階では図面がねこう間違ってても気づけば書き直せばいいだけなんですよ。でもこんな感じで現場で間違ってしまったら壊して作り直すことになって、コストもそうですけどスケジュールもかかりますし、職人さんだってさ一生懸命作ったものがもう一回作り直しなんですよね。これめっちゃ嫌がりますよね。あとそもそも材料だってもったいないし木減ってるしそうでここでの学びって結構重要で3点あったんですよ。で1つ目が現場で変更するって際はもうその場で設計をちゃんとして問題点が周辺各所にないのかよくチェックしなきゃいけないってことがまずあるんですよね。で2つ目が今の現場状況、今の状況ですよからどう作っていけばいいかっていうのを分かりやすくスケッチで現場に残しておかなきゃいけないってことですよね。で3つ目がそもそもなんですけど、現場で変更がないくらい設計段階で検討を重ねるべきだよねってことなんです。でその上でより良い空間を作るためには現場でこう変更するってことはちょっと僕にとっては重要なんですよね。でもね変更するからにはもう頭もめちゃくちゃフル回転させて現場がスムーズに現場に迷惑かけられないんでスムーズに進められる環境を整えるという覚悟が必要だってことなんです。皆さんもね現場でこう変更しようって思っちゃってこう指示するときはもう難易度がねこう現場での難易度設計の難易度ってめちゃくちゃ高いんで、できる限り設計中に多くの検討をしといた方が身のためですよってことをちょっとお話ししたかったです。今日は現場で変更するのは OK だけど現場任せではなくってその場で設計して全力で伝える努力はすべきだよっていうお話をしてみました。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話でちょっと疑問に思ったり実際のやり方を知りたい方はぜひ覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。